スキルが発動しにくくなる仕組みあるらしい。ジャスパルと申します。今回はちょっと知っておいても良さそうなポケモンスリープの解明されていない仕様のお話をしていこうかなと思います。先日のね、ツボツボのスキルが下振れにくい話ってぶっちゃけ知らなくても全く問題がないと思っていて、今回のお話も多くの方にはそんなに影響がないかなと思うんですけれども、一応ね、若干は攻略に関わる話かなと思ったので、そういうものがあるんだってことで聞いてもらえたらなと思います。スキルのちょっとした仕様のお話参ります。ってことで皆さん、チーム間スキル天井みたいな話ってなんとなく聞いたことございますでしょうか。たまにね、当チャンネルでも名前を出したりすることがあるんですが、これまで X とかでまことしやかに囁かれていたチーム間のスキルの回数が20回を超えるとみんなパタリとスキルを発動しなくなってしまうみたいなね、ちょっとしたオカルト的なことが結構前から言われてたりしたんですよね。でもね、ポケモンスリープって解明されていない仕様ってめちゃくちゃあって、これ系で言うとリーダーに設定しているポケモンは飴を拾ってきやすいみたいなものもずいぶん前から言われてたんですけど、つい最近それなりに信頼に足る検証結果が出て、こういう仕様があるんだって感じになってたりとか、そういうね、ブラックボックスの多いゲームなんですよね。で以前から1日のスキル発動回数が一定数を超えるとどうやら発動しにくくなってるよな、だいたい20回ぐらいじゃねっていうのがあったんですが、それを検証された方が現れまして、結論、どうやらそんな仕様がありそうだってことがより明確に見えてきました。こちらね、X 名ポケスリアカさんが公開してくださったデータになっていて、これ以外にも細かいデータ収集の様子などたくさん画像をアップしてくださってます。興味ある方はね、そちらもご覧ください。あと、ご本人が統計の専門家ではないとのことだったので、統計詳しいニキネキがいらっしゃいましたら助言をお願いしたい旨もポストされておりました。そちらも興味ある方はぜひ。で、動画での使用も快く許可してくださいました。ありがとうございます。皆さんを過度に不安にさせることのないようにという気遣いもたくさん頂戴しましたので、ぜひみんな不安にならないで聞いてください。こう説明をするのがね、数字激弱人間パルなので、あまりにも頼りなくはあるんですが、私も不安を煽りたいわけではなくて、むしろ知ることで対策を知ったりして安心してほしいなと思ってこの題材を取り上げているので、私が理解できた範囲にはなっちゃうんですけれども、やれる限りいろいろと説明していきたいと思います。で、今も画像が出てるかと思うんですが、最初に結論というか、このポケスリアカさんが明らかにしたことは画像の下にも書かれております。スキル確率が減少する挙動が存在するということです。スキル確率が減少する挙動が存在する。リピートアフターミー。スキル確率が減少する挙動が存在する。OK？ これだけです。だけっていうとちょっと語弊があるような気もするんですけど、これがなんで起こるのかとか、どういう条件で起こるのかとか、バグなのかとか、そういうことは、ざっくり言うとまだわからんと。それは今後さらなる検証が必要なんですが、とにかくなんかスキル確率が減少してるとしか説明のつかない挙動になったぜっていうことが検証の結果分かりました。なのでオカルト的に言われていたことはやっぱりあるだろうっていうのが今回の検証で明らかになったことです。スキルが発動しにくくなる冷遇期間みたいなものがありそうだぞってことで、これね、今回何を検証していたかなんですが、最初に話したチーム間スキル天井の話と同じで、チームのスキル発動数が1日で20回を発動する前と20回を発動した後でスキルの発動回数を比べたものになっています。前と後で元気も変わらないようにしたりだとか、基本的に他の条件を揃えて20回より前と20回より後を比べたら、20回より後は明らかに発動に時間かかっとるやないかっていう感じになったみたいです。上がね、お手伝い1667回でスキル92回。このお手伝い回数は観測されたお手伝い総回数からスキル発動時のお手伝い回数を引いてるっぽいので、多分1667足す92の1759回、お手伝い1759回中スキル92回発動ってことだと思うんですけど、単純に割ってみると1759割る92は19.12 くらいってことで、多分お手伝い19回に1回くらいスキル発動してくれてるよねってことで
合ってますでしょうか。対して20回を超えた後は927足す33、960。960割る33は 29.09 くらいってことで、スキルの総数20回を超えた後ってお手伝い29回に1回くらいしかスキル使ってくれてないんですよね。それまでは19回に1回くらい使ってくれてたのに、お手伝い10回分も増えちゃってるんですよね。もう明らかに発動に時間がかかってるぜっていう結果になったようで、ちょっとね、私も統計学全く詳しくないんですけど、おそらくこの差が統計的に優位な差と言えるレベルだろうってことで、上記結果からポケモンスリープにおいてスキル確率が減少する挙動が存在するってことが分かったという感じみたいです。で、ポケスリアカさん的には現在有力な仮説は、日付が変わってからスキルが総数で20回発動すると、それ以降はスキル確率が半分程度になっているというものらしいです。これはまだ仮説ですけどね。こういう仮説を一個一個検証していかないと実際どうなってるのかって見えてこないんですけど、少なくともどこかオカルトめいていたチーム間スキル天井の話が、一応ね、スキル20回仮天井仮みたいな感じで何かしらは明確に存在するっぽいぞと。であればね、こちらとしてもそれに対する対策をしたりもできますもんね。実際になんかあるって分かっただけで大きな進展なんじゃないかと思って今回取り上げさせてもらいました。で、最初に言ったようにこれが影響する方ってそこまで多くはないかと思います。そもそもね、1日スキル20回って狙わないとなかなかいかないんですよね。私もね、正直この手の話題が出るたびに多分なんかあるんだろうけど私には関係ないんだろうなってずっと思ってました。とはいえね、トゲデマルみたいなチームをスキルのポケモンで固めた方が強いポケモンが登場したりだとか、今後もしかしたらスキル確率アップ L とかが出てくるかもしれませんし、そうでなくてもね、普段からゴルダックとかブラッキーを編成してるとか、いいキャンプチケットを常に使っててポケモンたちのサブスキルもスキルモリモリですみたいな方にはね、影響がある範囲だと思うので、それこそこれまでになんか変なんだよなって思われてた方とかはちょっと対策を講じてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。より詳しい発生条件が分かってはいないのでできる対策にも限りがあるんじゃないかなとは思うんですけど、スキルをいっぱい使った日は夕方からは木の実やポケモン、食材のポケモンに変えてみるとかをちょっと意識してもいいのかもしれませんね。またこちらのデータ2026年1月のものとなっております。他のタイミングではもしかしたらまた結果が異なっているかもしれないですよね。またこの挙動がもし運営さんの意図しないものであるならば、今後のアップデートやデータ更新などでなくなってるなんてことも考えられますので、とりあえず今そういう挙動をしているっていう話ですね。ユーザー的にはね、この仕様ってなくなってほしいところだと思いますし、実際にポケスリアカさんが検証を始めるきっかけになったのも、トゲデマルを入れてスキルチームで遊ぶ際にトゲデマル自身がスキルを発動すればするほど他のポケモンの1日のスキル確率を下げることになってしまうっていうのは悲しくないかっていうところからだったみたいなので、何かしらのバグであってほしいですし、バグだったとして直せるバグであってほしいとも思うんですけど、ポケモンスリープってね、とにかく寝る前とかにゲーム起動してほしくないらしいんですよね何かのインタビューとかでもっと遊びたい方はポケモン GO で遊んでねみたいなことを言っていたかなとも思いますし、たくさんアプリを開いてタップする頻度が多い人とあんまりアプリを開けない人の差みたいなものももしかしたら減らしたいとか思ってても不思議ではないなと思ってます。なのでこういった仕組みを意図的に導入しているっていう可能性も大いにあるんじゃないかなとは思うんですよね。もし意図的なんだったとしたらこっちで対策するしかないので、それは我々の努力で攻略考えていきましょうで、再三にはなるんですけれども、こちらの検証で分かったのはそういう挙動があるということだけです。今回のお話の中でも、皆さんの中にもいくつも疑問というか、これってどうなんだろうっていうことが生まれたんじゃないかなと思うんですよね。例えば実は仮天井は20回じゃなくて19回なんじゃないのとか、もしかして緩やかに確率減ってってるんじゃねとか、時間帯によって何かしらの係数がかけられてるんじゃないとか、アプリを開いた回数によるんじゃないかとか、内部的に発動が決まった時点でスキルのカウントって進んじゃうの、
例えば木の実のポケモンのスキルをチーム変更で消しちゃえば大丈夫だったりするとか、木の実やスキルのポケモンのスキルってこのカウントに入ってるのとか、入ってるんだったら木の実や食材のポケモンはスキル下げを狙うのが正解になるってこととか、ほっぺスリスリのボーナスで獲得した分のスキルはどういう扱いになるのとか、まあ今パッと思いついただけでもこれくらいはね、この仕様に対して気になるところ思いつきはするんですが、そういったことはまだ未解明の領域となりますので、次にそれらを解き明かすのはあなたかもしれないってことで、ひとまずね、スキル確率が減少する挙動が存在するということを頭の片隅に留めておいたり、対策の攻略を詰めていったり、オカルトっぽい説の一つがオカルトではなくなった世界線のポケモンスリープも楽しんでいけたらなと思います。そして最後にですね、ポケスリアカさんのポストの一部を紹介させていただいて、この動画を締めようかと思います。この結果に関して当該データを自由に転載使用していただいて構いませんが、1、このデータを用いて運営さんに保証を迫る。2、運営さんを非難する。この2点と悪意のある使用は禁止させていただきます。中略。私の望みはスキル確率が減少する挙動を運営さんに直してもらう、この1点のみですので、この挙動がゲーム体験の上で好ましくないと感じた方がいれば拡散いただいたり、これを根拠に運営さんに修正をお願いするのはやってみていただければ嬉しいですとのことですので、皆様の良識ある行動を信じております。ってことで、ポケモンスリープがより良いゲーム体験になることを常に願っておりますし、スキル仮天井問題以外にも、なんかこれ変な気がするんだよなって思ってるオカルト話的なものがあれば、何でもねコメント頂戴できたらなと思います。ちなみに私のマイ鉄板オカルトはリリース当初から色違い高確率テーブルは存在すると思ってますし、最近ねなんかねスキルストックしやすいタイミング悪くないってちょっと思ってます。ブースターさん、あなたのことですよ長いことスキル不発だなと思ったら、不意にお手伝い 2,3 回とかでスキルストックするのやめてもらってもいいですか鍋拡張はねちょっと別々でやってほしさあるんですよねみたいなねものとかお待ちしております。こういう風にねなんかオカルトを言いながら楽しむの、個人的にはめちゃめちゃ大好きです。そんなスキルが発動しにくくなる仕組みの話でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプで応援いただけますと動画制作の励みとなります。今回はねぜひ検証してくださったポケスリアカさんにグッドをお願いしますね。なんかポケスリアカさんに直接グッドを飛ばす方法とかないでしょうかねX のポストにいいねするとかになりますかね。何卒ワンアクションよろしくお願いいたします。それではね、次回解明されるポケスリの仕様は一体何になるでしょうかね。結局木の実ジュースって取得確率何%なんですかねそういったものもね楽しみに待ちたいなと思います。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。